今日は世界で何食べよう。どうも、しょうごです。まるでドバイのようなビル街のジャカルタで、マルタバ、ビンタンビール、外アヤムを食す。旅の資金残り159万円。サッカー日本代表の動画を多くの方に見ていただいたので、時系列はずれちゃいますが、インドネシア編の続きをお届けしたいと思います。どうも、しょうごです。今、インドネシアの首都ジャカルタに到着しました。なんか直感バリより暑いし、ムシムシしてる。ここのジャカルタはものすごい人口密度で950万人このジャカルタに住んでいて、都市圏合わせたら3000万人ぐらいいる。でもアジアで2番目、世界で2番目の都市圏で1位どこかっていうと東京らしいです。やっぱり東京の人口密度ってすごいんだなって感じます。でここから今からはとりあえず4ポイントシェラトンのホテルを予約してるんでそこに向かうんだけど、タクシーだとめっちゃ混むっていうけど電車もちょっと使いづらいんでタクシー呼びます。空港から中心地までは約2000円か。しょうがない、グラブで行きます。この車のどれかなんだよな。どれかな。バリと同様にジャカルタの空港にもグラブステーションがあります。ジャカルタビビるほど都会じゃん。やっぱり車の量が多いのと、本当にこれ一部分だけじゃなくてずーっと大都会です。ホテルに到着。今日も引き続き4ポイントシェラトンに泊まります。バリでも4ポイントシェラトンだったけどジャカルタでも4ポイントシェラトン、かなり贅沢させてもらってます。本日のお部屋オープン、綺麗。完全ビジネスホテルだ。なんかちょっとアパホテルみたいな雰囲気あります。なんか一応置いてあるぞ、ウェルカムギフト。トイレももう本当に日本のビジネスホテル感マックス。だいぶ綺麗だけどね、この綺麗クオリティがもう安心安全なんです。旅には宿が欠かせない。今300日ぐらいホテル暮らししてるんだけど、旅してるから、やっぱマリオットのこの安心感は半端じゃないです。なんか宿がもう安心できると、もうそこの土地をもう楽しめます。本気でこれを思う。なんか宿やだなとか思ってると若干ね、その街が嫌いになるというか。これがジャカルタか。本当に正直ここまでネオン街だとは思ってなかったっす。今からここから10分ぐらいで有名なチャーハンの屋さん、チャーハンナシゴレンっていうチャーハンがあるんだけど、それ食べてきます。インドネシアってどんなイメージ持ってましたか？僕正直驚くことばっかで、なんか面積もめちゃくちゃ大きくて世界で15番目に大きい面積、国土を持っていて、日本の約5倍もあるらしいです。人口は 2.8 億人ぐらい、約3億人抱えていて、さらに 87% ぐらいがイスラム系を信仰しているということで、世界一のイスラム大国みたいです。やっぱイスラム教っていうと中東のイメージあったけども、アジアが人口としてはもう圧倒していて、世界2位のイスラム教国はなんとインドです。インドはやっぱ15億人ぐらいいるのかな、人口。その中で 10% か 20% ほどが、そんなにないのかな、そんだけがイスラム教を信仰してたとしても、もう人口の数がすごすぎるんで、世界で2番目にイスラム教が多いのがインドという、そんな形でアジアはイスラム教が結構多い地域柄みたいです。こんな大都会のジャカルタでもあれだ、信号ないパターンもあるんだね。で目の前にスタバ、10分歩いただけで2個目のスタバ。すごいわこれ。渡り切りました。実は今からアルバニアで会ったおじさんと今から会ってきます。明日のワールドカップを一緒に応援しようって言って、もうまさかのジャカルタで再会、半年ぶりの再会、めっちゃ楽しみです。ここの屋台街に来たかった。このね、チャーハンがめっちゃナシゴレンが有名なのって、こんなでかいのじゃんだって。インドネシアはイスラム教ということもあってビールは飲めないんだけど、お店にビール売ってました。すごい数のお酒。
ビンタンっていうこのインドネシアのビールありました。ジャカルタ来るなら絶対このお店おすすめです。ビンタンこれ220だから200円ぐらい安っ。全然売ってんじゃん。めっちゃあ、なんかこれ魚っすよ。ビンタンビールいただきます。今日も1品目は丸太食べます。昨日も食べたけど。じゃあその前にご飯。多分荷物はもう最小限の方がいいと思う。うまそう。熱いうちに丸太っていうやつなんで。それがラム。これごまあ、これラム串。ラムめっちゃうまいと思って真ん中に油挟んで。うまそう。うまい、トロットロ。ジャカルタ来たら絶対この店来た方がいいです。もうビールとか酒とかめっちゃ置いてある。アンカーっていうインドネシアビールを追加購入。熱いっすよ。熱いし辛い。俺もどれが辛いですか？どれが辛い？特製のスープで締めを麺食べます。外ガレンソラバヤいただきます。これ麺じゃなくてスープでした。外は待ってなんか入ってますよ。春雨入ってる。春雨か。あれ面白かったですね、味的には。面白かった。美味しくはないけど。言った。アルバニア料理。アルバニア料理。セルビアの方が美味しかったな。セルビア美味しかったです。セルビアマジうまかったっす。いやびっくりしたよね。セルビアびっくりした。マジでヨーロッパで一番うまかったんじゃないぐらい。本当。行ってないよ。これめっちゃスープうまい。ね、うまい。こういう感じかな。めっちゃいい出汁出てる。今ダギンっていうやつ頼んだんだけど、豚なのかな。でもイスラム系って豚食べちゃいけないからな。でも豚の味がします。結論牛でした。牛なんだ、豚かと思った。このお店は10時までやってるということで3本目買いに行きます。3杯目のビールはなんかこのビンタンなんだけど、なんだっけこれ、ビンタンなんだけどグレープ味、変わった飲み物です。ビンタンビールにグレープフルーツ味があるという。でもこれビールなんです。ビール苦手な人でも飲めますよね。これ訳したら赤ワインって出てきた。いや、可愛いんじゃねえかそれ。さっきビールって何回も確認したじゃないですか。可愛いじゃん。赤ワインって出てきた。でもビールっぽくもちょっとあるけど。これはビール、ここに赤ワインって訳してやる。わかんないな。 Google レンズで見るとなんかこういうのが常にいっぱい来ます。今チップあげました。でもこのインドネシアの面白いのが、めちゃくちゃ変なところにチップボックスが置いてあります。わかんないけどいい感じだね、雰囲気は。演奏を終えて次のところに向かってきます。すいません、楽しみすぎて動画撮ってません。申し訳ないです。久しぶりに
やっぱねアルバニアであったその日本の方のね元気はつらしさにもう感服です。まあ楽しかったね。今日は寝て明日の日本代表戦に備えたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。いやもう一番楽しみにしている朝食のお時間です。やっぱシェラトン系だからかすげえ朝ごはん豪華。ジャカルタということもあってサラリーマンだったりビジネスマンが多いからか洒落てんだよな、朝ごはんの盛り付け方が。今日の予定は朝ごはんを食べて、そしてサッカーを見に行く予定です。今日のご飯の注目はホワイトクリームパスタ。やっとマレーシアじゃない料理食える。いただきます。僕的に今日の個人的注目はこの辛いラーメン。今日だけおすすめって言われたんで、トムヤムスープだこれ。おいしい。トムヤムスープではあるんだけど、そのちょっと癖が少なめだから僕は好きです。久々にやっぱりこのクリーム感がうめえ。今まで結構クリームってなかったからね、このインドネシア来てから。卵もなんかいろいろマリオットも違うんだけど、ここはおしゃれ感がある巻き方してます。いやー Thank you。 ここめっちゃビジネスマンいて、そのスーツ着てる人いるんで若干気まずかったです。やっぱなんかもうサラリーマンとかビジネスマンを見るとねちょっと気まずくなります。今からこのジャカルタを街歩きしてみようと思うんだけど、何度も言うけど都会すぎる。目の前にバス通ってるけど、バスに後で乗ってみようと思います。なんかバスはこの渋滞に巻き込まれないから早く着けるみたいで、このバス専用区間これがあるため、その交通の足としては車とか使うより全然早く移動できるみたいです。で注意しなきゃいけないのが、この左側今通ってるバス、これは渋滞に巻き込まれるバスだから、そういう巻き込まれないバスと巻き込まれるバスがあるっていうのは、今ジャカルタ歩いて知ったところです。バスのチケットここで買えるかなっていうことで駅に来てるんだけど、いやほんと大都会すぎ。シェラトンの前にあるバス停でバスの IC カード買えるかどうかチェックしてみます。これで買えるはずなんだよな。クレジットカードでは買えないみたいなので現金で購入してみます。出てきた。これが IC カードか。なんかクレジットカードだと乗れなくて、クレジットカードじゃなくてこの IC カードでバス乗っていくみたいです。カードは500円で購入できて、この500円の中には150円分の乗車券っていうか150円分が入ってるので、このカードを開催すればチャージが1回なくても5回は乗れます。本日のバリの気温は31度、最高気温33度、日本見てみると18度ということで、バリ暑い。バリじゃなかった、ジャカルタだった。インドネシアの困るところはこの暑さよりも湿気が半端じゃないです。今雨季ということもあって、湿度高いんだろうなと思うけど、洗濯物が全く乾かないんで、これ洗濯物久しぶりに出してきます。基本は手洗いでしのいでるんだけど、ちょっとこれさすがに本気で乾かないんで臭いんで、洗濯をしていきます。ランドリー発見。4ポイントシェラトンの裏にあるので徒歩10分で来れます。2.5 キロだけどミニマム3キロからって言われて600円でした。若干高くいってる気もするけど、安いんでお願いしました。今からグランドインドネシアっていうこのジャカルタで一番大きいモール行くんだけど、街歩いてる感じマジドバイ。目の前には西部って書いてあるホテルがあるけど、これがグランドインドネシア。やっぱり中東を感じるのはこのどんだけモール建てんだよ。そんなモールいらねえだろってぐらいモール建ってます。モール初潜入するけど、モールみんな好きなんだな。暑いからかもしれないけど。入り口検査ある。とりあえずでかいモールっていうのは分かるんだけど、特にやることないんだよな。モールって入ったはいいけど涼しいだけ。
目の前には西武の文字、おそらく多分日本の西武だと思うんだけど、池袋みたい、池袋を思い出させるわ。スタバもある。まあほんとただただ綺麗なモールですね。スタバの価格もなんか600円とかしたんで結構普通に高かったです。この西武ストアということもあって日本食が目に見えます。右手にはラーメン、そして左手には吉野家の文字が見えてきました。いや、いくらなのかな、ちょっと値段によっては食いたいな。ここのモールにはココイチもあるし、丸亀もあります。ペッパーランチもあった。いや、丸亀か吉野家迷うな。丸亀いくらなの？丸亀いくらだろう。吉野家の牛丼より丸亀のうどんの方が高いという新事実。釜揚げうどんでも440円ぐらいします。ちょっと高いな。全部600円ぐらいか、他は。この階は日本食しかありません。いや、どれ食おうかな。それではお店に入りたいと思います。どこのお店に入るでしょうか。正解は温玉牛丼でした。いただきます。では、いただきます。まんま日本と一緒。まんま一緒。再現性高すぎるぐらい全く日本と同じ味がします。うわ、なんか日本独自なのか紅生姜はついてなかったです。ちょっと残念だな。紅生姜あれ好きなんだけど。温泉卵やっぱうめえ。お腹いっぱいになったのでトイレ発見。めっちゃ細かいとこなんだけど、西武ということもあってこの便器がTOTOです。さっき買ったバスの IC カードであそこのバス停からバスに乗っていきたいと思います。今からこのバスに乗っていくのはブロック M っていうエリアで、日本人街でもあり屋台街でもあるっていうちょっと面白いところなんでバス乗っていくんだけど、これやっぱこんだけ渋滞してるとバスの方が絶対早いです。バスはこんな感じで専用道路があるので、渋滞でも全然スイスで行っちゃいます。そして今買ったこのカードなんだけど、複数人で使用可能ということで1枚買ってみんなで共有して使うこともできます。結構一人一人押すの長いね。これで OK 入れました。ブロック M に到着したけどバスの中は激混み。日本の満員電車ぐらい混んでました。このブロック M っていうのはジャカルタの南部に位置していて、観光客にとってはショッピングだったりモールが多数あるということなんだけど、正直都会感は薄れたかなっていう感じです。ブロック M からちょっと歩いてきたらマヤスティックマーケットってとこ到着したんだけど、ここら辺は日本語がバンバン書いてあるから日本人街かもしれないです。中心地にあるデパートとは違ってこの寂れた感じが地元感ある、ローカル感あるデパートだな。薄暗い感じがなんか雰囲気出てんね。これはヒジャブ屋さんかな。こんだけヒジャブって種類あるんだ。モールちょっとレベチのローカル感だったんで、ここら辺周辺かなり地元民の方の生活が垣間見えるなっていう通りになってます。やっぱあれだな、大都会とはちょっと雰囲気が違いますね。無事兄さんと合流して今からこのデパートのローカル店で夜ご飯1軒目食べてきます。いただきます。ゼロ勝数。今日勝ったら2位浮上する。その可能性はないじゃないですか。負けることもないとは思うけど、うまい。まあアウェーだからどうなるかわからんから。確かにアウェーだからどうなるかわかんないけど、 PK って言われて1対1とかさ、例えばレッドカード出るとかさ、最初にわかんない実験するとわかんない。でも先制しちゃえば多分もうほぼ確定ですよね。なんか誰かが怪我させられるとかさ、何があるか。めっちゃうまいな。
特にディフェンスがさ今少ないのよ、足りないのよ。これは餃子みたいなやつがめっちゃでかいの入ってる。あとはつみれが4つぐらい。肉と思って食ったらこれ餅だ。観戦前にビールを買いにスーパーインドっていうスーパーマーケット入ってます。こんな綺麗なのが目の前にあったとは。こちらのスーパーでビール探してみます。スーパーインドにビール売ってたんだけど、昨日よりちょっと高いし、しかもここ冷えてないんだけど、うわ冷えてないな、飲みたくねえな。スーパーインド全然冷たくなかったんで、ビール売ってそうなのがスタジアムの近くだったんで、グラブでそこまで行くことにしました。値段は200円ぐらいでいけそうです。奥か手前か。じゃあこのトゥクトゥク、じゃあ僕行きます。手携帯でいいですよ。じゃあトゥクトゥク乗せてもらいます。インド以来です、僕たちトゥクトゥクなので。なんかグラブより安く乗れました。ここのクソでかいモールには冷たいビールがありそうなので探してきます。でかっ。このモール高級感すごっ。マジでドバイみたい。うわ、このモールのスーパーフードモールは冷えてるビール発見。冷えてます冷えてます冷えてます。よし、インドネシア全然ビール買えます。冷えてるやつは1個250円ぐらい。全然普通にビール売ってる。カールスバーグが450円で、この一番搾りはこのサイズ感で550円もします。高っ。バリで飲んで美味しかったシンガラジャビール、これ結構 IPA みたいな感じで甘さあります。すっきりしたやつで、こっちが初めて飲むスポーツタイプのドラフトビール。スタジアムまでここから20分弱ということで、ダメですか？飲みながら行きたいと思います。いやー、暑い時はやっぱビールすごいな。この通りは目の前にそごうもあります。スタジアム近づいてきたらどんどんインドネシアサポーターが現れました。これもう一杯目飲み干します。応援してきます。すごいね。ヒヤヒヤしましたが、結果的には4対0の圧勝ということで、いやー、いいゲームでした。おはようございます。昨日は日本代表戦盛り上がりました。4対0という快勝で、本当見に来てよかったなと思ってます。今日はこの後、今から友達に会いに行きます。友達はマレーシアで事業やってて、なんかビジネス自分たちでやってる中で、今日本代表戦があるからっていうプラッとジャカルタに来たようです。いや、かっこいいな。その後友達と会った後は急いで空港行って、シンガポールで乗り継ぎで51カ国目フィリピンの方に向かおうと思ってます。いや、海外で友達に会えるってめっちゃ嬉しいです。いただきます。友達と話し込んじゃいました。全然動画撮ってなかったんだけど、やっぱり海外で起業するってめっちゃすごいな、刺激を受けました。僕も旅ですけど、旅続けて動画編集も頑張っていこうと思います。このシェラトンから空港までは1300円ほどでグラブで行けるので、読んでいきたいと思います。それでは乗り込んで空港に向かっていきます。インドネシア1週間半ぐらいいたね。インドネシアめちゃくちゃいいけど、マジで蒸し暑いです。暑かった。
ほんと移動日でよかった。こんなに降ったことないぐらい雨降ってます。ワイパーの速度速や、見たことない速度で動いてるわ。うわ光ってる。雷もすごいな。空港着いたんだけど、さっきまでの雨が嘘のように止んでます。そしてバリからは国内線のターミナルできたんだけど、国際線は圧倒的綺麗です。しかも超でかい。今回シンガポールにはスクートっていう会社で行くんだけど、チェックインカウンターが90いや100まであります。やば。今月なんか50万目標であと2万円使えて、ワンチャン50万目標達成できるかなと思ったら、荷物超過料金で1万4000円取られました。今月の目標達成できないわ。しかもなんかクレジットカードで荷物預けられなくて現金しかダメって言われて、今 ATM で下ろしたんだけど、空港でそんなこと今まで一回もなかったけどね。なんかこのスクートっていう飛行機会社は現金でしか追加料金預けられないのかもしれないです。ショック。この後は乗り換えでシンガポールの方に行くんだけど、今回はシンガポールに住んでみたっていうことで、チャンギ空港の中で外に出ずに、どんだけ快適に一夜を過ごせるかっていう動画を撮ってみようと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。